皆さんこんにちは。我が家では以前トヨタのライズに乗っておりました。まず初期型のガソリンモデル1リッターターボですね、こちらのモデルに乗っておりまして、その後ハイブリッドモデルが登場したのでハイブリッドモデルに乗り換えたということで2台ですねライズを乗り継いできたという形となります。その後別の車に乗り換えまして、今改めてライズのことを思い返してみますと、ライズは決して価格帯的に上の車ではないんですけれども、またサイズ感的にも小さな車なんですけれども、非常に装備が充実していて、乗り換え先となる上位の車種にないものが揃っていたなというふうに思っています。今回はそういった点について挙げていってみたいと思います。まず1点目ですけれども、ブレーキホールド機能です。こちらは Z グレードにはハイブリッドモデル、ガソリンモデルともに標準装備となっておりまして、中間の G グレードはハイブリッドのみ標準装備となっています。このブレーキホールド、最近の車ではついていることが非常に多くなってきましたけれども、それでもですね、やっぱりついていない車というのも依然としてあるわけですよね。例えばどちらかといったら小さなサイズの SUV ということで、ホンダさんであれば WRV があるわけですけども、あちらにはブレーキホールドはついておりません。また SUV という比較ではありませんけれども、コンパクトハッチバックですとトヨタさんのものでもまだこのブレーキホールドがついていないものもあったりすると思います。そういった点を考えますと、このライズにはこのブレーキホールドがついているって点はかなり大きいんじゃないかなというふうに思います。通常でありますとやっぱり5ナンバーサイズとか、小さいサイズの車となりますと、こういったところがまだついてないところも多いんですけれども、ライズはここをきちんとねつけてくれているっていうところで、かなり使い勝手はやっぱり良くなっているんじゃないかなというふうに思います。続いてはですね、 IR カットガラスです。こちらはライズは Z グレードと G グレードは標準装備となっています。この IR カットガラスなんですけれども、よく UV カットというのは聞くかと思います。UV は紫外線ですので、日焼けの元となるものかと思うんですけれども、それとまた別に IR という赤外線というものがありまして、こちらは熱を伝えるものとなっております。でガラスにはですね、だいたい UV カットっていうのはされていたりするんですけれども、この IR カットっていうのが車の装備表とかを見ていくと案外ついてない車も多かったりするんですよね。で例えば我が家のカローラクロスですけども、カローラクロスは最上位の Z グレードであってもこの IR カットガラスはついておりませんで、 UV のみとなっております。で例えばですね、ずっとですね IR カットなしの車に乗ってきた方であると気づかない点もあるかもしれないんですけども、例えば前に乗ってた車が IR カットのガラスでして、乗り換えた先に IR カットがついてないとなると、なんか日差しが暑いな、ハンドルを持ってる手がすごくジリジリするな、前の車はこうじゃなかった気がするなっていうところで気がつくんですよね。特にですね、最近日本の夏非常に暑いですよね。そうなりますと、エアコンもたくさんかけると思うんですけれども、やっぱりかけてもかけても日差しの熱が入ってきてしまうと、どうしても車内っていうのは冷えにくくなってしまいます。その点このライズに関しましては、この価格帯の車で、きちんとね IR カットガラスがZ と G ですけども標準でついているっていうのは非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。車を買った後の満足度、あと後悔する点いろいろあると思うんですけれども、やっぱり車内に過ごしている時間がですね快適でないっていうのはやっぱりちょっと不満のところにつながるかと思います。そういった点でもやっぱり最近夏として暑い期間何ヶ月も長いですので、その期間ですね、この IR カットガラスがきちんとついているライズというのは非常に快適な車になるんじゃないかなというふうに思います。続いてはシートヒーターです。こちらライズはですね Z グレードは標準装備、 G と X はメーカーオプションで設定があります。こちらのシートヒーターも、10年ぐらい前ですとすごく高級な車にしかついてないような高級装備だったんですけども、最近はいろんな車に降りてきてるかと思います。だいたい最上位のグレードですと標準でついていることも多かったりするんですけども、車によっては実は、オプションになってしまっているものもあったりします。例えばカローラクロスなんですけども、こちら FF の車でシートヒーターをつけたいと思いましたら、メーカーオプションの寒冷地仕様を選ばないとつかないっていうちょっと罠があるんですけども、そういった形になってしまったりしていまして、きちんとね標準でついているっていうのが案外なかったりもします。その点このライズに関しましては Z グレードは標準装備となっておりますので、この点も非常にいいかなというふうに思います。シートヒーターなしの車にこれまで乗ってこられた方ですと、その必要性とかね別になくてもいいじゃない、
暖房が効けばいいじゃないって思うかもしれないんですけども、おそらく一度乗ったことがある方からしますと、やっぱりこのシートヒーターっていうのは冬場の快適さだいぶ違いますので、やっぱそれがねついてる車である、せっかく新しい車を買うなら次はついててほしいなっていう装備の一つだと思いますので、それがきちんと用意されているっていうのもやっぱりライズのすごいところだなというふうに今改めて思っております。続いてはラゲッジの広さです。ラゲッジの広さはもちろん車自体のボディサイズの大きさに左右されますので、ライズのような5ナンバーサイズで小さめの SUV ですと、それはやはり大きな SUV から比べると小さいという話になるんですけども、ですがこの小さい車にしては非常にラゲッジは広い方じゃないかなというふうに思っています。またライダーの高さもねしっかりありますので、いろんな荷物積んでいくときに容積というよりはそのいろんな荷物の積みやすさっていうのもあると思うんですけども、そのあたりもね非常にライズ小さい割にいろんな荷物が積めるものとなっているんじゃないかなというふうに思います。一つ例えとなりますけれども、以前ですねそのライズからカローラクロスに乗り換えた際にライズで使っていたぴったりはまるラゲッジマットがあったんですけども、ライズで乗り換えてしまったんでマットだけが残ったんですね。でそれもったいないなと思いまして、大きなサイズのカローラクロスに乗り換えるわけだから、ちょっとぴったりははまんないけど一応なんとか使えるかなと思って取っといたんですね。でカローラクロスが納車されましてから、そのライズのマットをちょっと引けるかなと思って引いてみたら入らなかったっていうのがありました。ラゲッジの床面積の部分の比較にはなるんですけども、ライズのマットがはまらなかったっていうのがカローラクロスなので、そのあたりも考えるとね、やっぱりその物をいろいろ積む、その積み方もいろいろあると思うんですけども、いろんなものが積みやすいっていうところでライズのこのラゲッジっていうのはやっぱり優秀じゃないかなというふうに思います。続いてはステアリング横のカップホルダーです。これも非常に使い勝手がいいんですよね。やっぱりドリンクって運転の最中の信号待ちのタイミングとかちょっとしたタイミングでパッと飲みたいものかと思います。その際にもちろんそのセンターの部分にあるっていうのもいいんですけども、自分のこの右側ですね、ステアリングの右側にあって、ちょうど例えばそこの冷房の吹き出し口があって、その冷房で、夏場であれば冷やしてくれるみたいなね用途にも使えたりすると思うんですけども、そこの部分に結構ドリンクホルダーが欲しいなって方もいらっしゃると思います。例えばカローラクロスであればその部分には標準ではついていないので、オプションでですねそこにつけるものがあったりとか、社外品でね出てたりとかって形で、カローラクロスのユーザーさんは実はそこに結構後でつけてる方がたくさんいらっしゃいます。それぐらいですね、やっぱりステアリングの右横、運転手から言ったら右横ってところにやっぱりドリンクホルダーがあった方が使い勝手がいいなって感じている方はたくさんいらっしゃるんだと思うんですよね。その点このライズに関しましては、もともとこのステアリング横にカップホルダーがついておりますし、プッシュ式で収納ができますので、いらない時には収納することができるんですよね。非常にすっきりした車内にすることもできるんですね。この辺りの優秀さっていうのがすごいなというふうに思ってまして、例えば社外品とかつけた時にはボコッとねあからさまにつけたって感じになったりもすると思うんですけども、いらない時にはきちっと収納できるっていう、その車の中に、ね、きちんと用意されているっていうところがまたすごいなというふうに思います。この辺りも地味に使い勝手がいいですし、やっぱここに求める方がたくさんいる中で最初からついているというのはね、やっぱりライズのすごいいいところだなというふうに思います。続いてはですね、チケットホルダー付きサンバイザーですね。これは全グレードに標準装備となっています。チケットホルダーですので、コインパーキングとかで発見されたものをね、サンバイザーのところにさっと刺しとくものになるわけなんですけども、やっぱりこれもねこれまでこのサンバイザーのところにチケットホルダーがついていた方からすると、なくなるとっていう感じで困るんですよね。慌ててセンターコンソールの上にポイって置いたりとか、助手席側にポイって置いたりとか、ちょっと何気に置き場所がないのがこのチケットですし、例えば折ってしまってもその後大変ですし、なくしてしまっても大変ということで、なるべく分かりやすいところに置きたいということでチケットホルダー付きサンバイザーがあるといいなと思われる方もたくさんいると思うんですけども、これ案外なかったりもするんですよね。そうなると社外品でバンドみたいなのを巻いたりとか、あといろんなものを収納できるケース、ちょっとしたケースみたいなのをつけたりとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけども、ライズについてはこのチケットホルダー付きサンバイザーが標準で全グレードについているっていうのも地味にねすごい点かなというふうに思っています。続いては最低地上高です。ライズの最低地上高は 185mm あります。ライズよりも大きなサイズの主に SUV ですけども、と比べて見た時にもね、だいぶこの中でも張り合えるぐらいの最低地上高をきちんと持っているんですよね。
ですのでやっぱりその小さなサイズなんですけどもアクロもいけるということでやっぱり使い勝手がとてもいいなと思います。実際ですね雪国などでも、ライズ 4WD の設定がありますのでこの最低地上高の高さがですねやっぱり役立つということで乗られている方も多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり SUV であっても最近シティ派ということであまり最低地上高をねきっちり取ってくれてないものもあったりする中でやっぱりこれだけしっかりあるっていうのはやっぱりライズのいいところではないかなというふうに思います。続いてはですねこれ乗ってる時からもずっと言っていたんですけどもカスタムの種類の多さです。ライズはですね純正のディーラーオプションの数もすごく多いです。他の車のカタログのディーラーオプションを見てみましてもライズの種類はすごく多いと思います。またですね例えば Amazon などで社外品でライズのパーツを探すとものすごくたくさん出てきます。それぐらいですねやっぱりライズっていうのはカスタムのしがいがある車なんですよね。ですので非常に揺れている車で街でいろいろ見るんですけどもおそらく外装も内装も皆さんそれぞれあまり人と被らないような感じのカスタマイズができていると思います。やっぱりこの点もですね非常にライズの良い点ではないかなというふうに思います。ということで今回はですね我が家が以前乗っておりましたトヨタライズその後上位の車に乗り換えた際にもあれライズってやっぱりすごかったなって思い返す点がたくさんあったのでその点について挙げてみました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたらぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではトヨタ車の情報をお届けしていきますのでよろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。